コロナは多くの人を経済的に奈落の底に落としたと思ってたけど、意外とみんな豊かそうな気がするのは気のせいかな。外に自由に出れるようになって、行きたかったところに行って、欲しかったものは買ってって人が目立って見えるかもね。コロナの時に引っ越したり家を買った人、何気に多いじょ。結構いいタイミングだった説があるよね。僕は完全に買いそびれたじょ。まとまったお金もないけど。この際だから、家を買うにはどんなローンがあるのか整理してみようか。つるっとチャンネルが始まるじょ。家はお金持ちしか買えないのかなって、私たちみたいな層にとってはなかなか自分ごとに考えられないよね。お金がある人はローンの返済期間を心配する必要がないから何歳だろうが家は買えるけど、よく聞く35年のローンを組む場合は最大申し込み年齢は40歳から45歳くらいが多いみたいだから、時間も大事になってくるよね。結構厳しいな。お金はあるに越したことないじょ。ローンの組み方には大きく3つあって、1つは自分単独で組むもの、2つ目にペアローン、3つ目に収入合算ローンがあるよ。ペアローンっていうのは夫婦や友達と購入する場合、収入合算は夫婦や家族で収入を合算するものだよ。へえ、種類があるのは知らなかった。誰か一人がするものだけじゃないんだ。一人でするから勇気がいるし、負担が大きいのが当たり前と思ってたじょ。単独でローンを組む場合、その人の収入と年齢に見合った額の貸付額になるというのはわかるよね。もちろん、よくわからないのはペアローンと収入合算ローンだじょ。それは夫婦や友達と購入するとき、要は複数人で買うことを考えた時の選択肢になるけど、それぞれについて説明していくね。収入合算もペアローンも単独ローンに比べて借入額を増やせるけど、違いについても触れとくよ。まずペアローンは同一物件に対して夫婦や友達のそれぞれの収入を基準に合計で日本の住宅ローンを組む方法で、両者とも主たる債務者になってお互い相手の連帯保証人になるよ。このペアローンは同居予定の婚約者や同性パートナーの関係でも利用できるんだって。おお、なんか時代の変化を感じるじょ。そして収入合算ローンだけど、これは夫婦や家族で購入するときに限るよ。夫婦の収入を合算して、その金額に基づいて借入可能額が決まるもので、収入合算者は連帯保証人になることを求められるよ。この方法も銀行によっては法律上の親族に限定せずに、同居予定の婚約者や同性パートナーの収入を合算できる場合もあるみたい。本当に時代が変わってきてるじょ。改めてその2つの方法のメリットとデメリットを教えてほしいじょ。ペアローンのメリットは2つ。1つは債務者それぞれ住宅ローン控除の恩恵を受けられて、世帯全体で大きな節税効果が期待できるという点だね。あとは債務者それぞれが団体信用生命保険の保証を受けられるから、片方に死亡や高度障害などがあった場合、その人の分の債務は完済されるよ。それは助かる。一人になった時、二人分払うのは悲しみのダブルパンチだじょ。契約時には健康に自信があっても、年齢を重ねるにつれて病気になる可能性があるからね。だからこれは大きなメリットだよ。デメリットについて言うと、2人が主債務者であることで団体信用生命保険は2人分かかる点。でもさっきも言ったようにペアの両者が住宅ローン控除の恩恵を受けられることは大きいから、メリットがデメリットを超えるかどうかが大事かな。なるほど。じゃあ収入合算の方のメリットとデメリットは？メリットはペアローンよりも諸費用を抑えられる点だよ。単独で借りられるか不安、手数料を抑えたいって人にはこっちがいいのかもね。でもデメリットとしては主債務者にしか住宅ローン控除が適用されないから、世帯全体として13年間で最大455万円までしか控除を受けられないというのがあるよ。じゃあ住宅ローン控除をフル活用したければペアローンがいいのか？人によって状況が違うから、こうしていくつか選択肢があるのは助かるじょ。ローンは一人で背負う借金ってイメージしかなかったのが
少しだけ軽くなった気はするじょ。いずれにしても誰かと一緒に大きな買い物をするときは揉め事の原因にならないような準備をしておいた方がいいよ。初めからもしものことを考えるなんてと思いがちだけど、ここをしっかりしておけば事件が起きた時のダメージが小さく済むからね。確かに前向きなところに水を差すようだけど、例えば別れた時どうするとか、大きな変化があった時に慌てないよう話し合っておくのは大事だじょ。失敗の原因は大事なことを初めに決めて約束しておかないからだからね。仕事も同じでしょう。なんとなくで進めるとトラブルが起きた時のリカバリーが大変。全くだじょ。ああ、でもある程度お金ないと何も始まらないじょ。今度は具体的にどれくらいの条件の人がどれくらいの条件の家が買えるのか調べて教えてあげるよ。それはありがたい。待ってるじょ。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。